こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今年もダイソーさんの枕目案が早くも売り切れてきてしまっているので、今回はこちらのバッグを手芸屋さんの糸で編んでみました。底板がない場合の底の編み方も後ほど紹介していきます。今回動画で使用する糸はこちらです。フースさんのコットン 100% の糸で編んでいきます。お店の方に枕目ヤーンのように伸びづらくしっかりした糸がないかお聞きしたところ、こちらの糸をおすすめしていただきました。実際編んでみるとコットンの糸ですがしっかりしていて編みやすく、枕目ヤーンの糸が硬くて苦手という方にも編みやすいかなと思います。枕目ヤーンの糸よりは若干細いかなと思います。フースさんは糸の他にも編み物キットなど販売されていて、とても可愛いお店なので、コメント欄にお店のリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。仕上がりはこんな感じになります。今回はこちらの糸を1本で編んでみたので、ショルダーは D カンを編み込んで取り外しのできるタイプにしてみました。持ち手は前回の動画では鎖をくるむようにして編んだのですが、今回は糸が足りなそうだったので、鎖の裏山に細編みを編む持ち手に変更して編んでみました。持ち手を変更した分若干小さく見えますが、サイズはあまり変わらないかなと思います。枕目ヤーンのバッグよりは柔らかい仕上がりになりますが、コットンの糸がとても優しい雰囲気でナチュラルに仕上がるのがとても可愛いです。糸がしっかりしているので荷物を入れても多少の伸びはあるかもですが大丈夫そうです。編み目も綺麗に見えますので、枕目ヤーンがなくて困っている時の糸選びの参考にしてみてください。ここからは底板がない時の底の編み方を紹介していきます。最初に鎖17目編んでいきます。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを36目編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、鎖の裏山に細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、この繰り返しで細編みを17目編んでいきます。細編みが17目編めました。端に来たら細編みを1回、反対側にして細編み17目編んでいきます。反対側も細編みを17目編んできました。端
端に来たらもう一つ細編みを編んで、これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を6回編みます。1段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで細編みを編んでいきます。1つ目に増し目を1回、ここから直線部分は細編みを15目編んでいきます。この繰り返しで直線部分の細編み15目を編んでいきます。直線部分の細編み15目が編めました。ここから端の3目は増し目を3回編みます。ここから直線部分は細編み15目編んでいきます。直線部分の細編み15目が編めました。最後の2目は増し目を編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。2段目の編み終わりから細編みを1回、増し目を1回編みます。ここから直線部分は細編み15目編みます。細編みが15目編めました。ここから細編み1、増し目1を3回繰り返します。ここから直線部分は細編み15目編んでいきます。細編み15目編んできました。最後は細編み増し目1を2回繰り返します。これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。最初に増し目1、細編み2を編みます。ここから直線部分は細編み15目編んでいきます。
細編み15目編んできました。ここからは増し目1、細編み2を3回繰り返します。ここから細編み15目編んでいきます。細編み15目編めたら、増し目1、細編み2を2回繰り返します。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。最初に細編み3、増し目1を編みます。ここから細編み15目編んでいきます。細編みが15目編めたら、ここから細編み3、増し目1を3回繰り返します。ここから細編みを15目編みます。細編みが15目編めたら、細編み3、増し目1を2回繰り返します。これで5段目が完成です。5段目を編み終えると、底板に1段細編みを編んだ目数になります。サイズもだいたい同じくらいです。6段目の編み図がこちらです。増し目を4回編みます。5段目の編み終わりから最初に細編みを2回編みます。3つ目に増し目を1回、
細編みを2回編みます。直線部分は細編みを15目編んでいきます。細編みが15目編めたら、最初に細編みを2回編みます。3つ目に増し目を1回。ここから細編みを9目編んでいきます。細編みが9目編めたら、増し目を1回。細編みを2回編みます。直線部分は細編みを15目編みます。細編みが15目編めたら、細編みを2回、増し目を1回編みます。ここから6段目の終わりまで細編みを7目編みます。これで6段目が完成です。7段目は細編みを64目編んでいきます。6段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで編んでいきます。1段編むとこんな感じです。8段目の編み図がこちらです。7段目の終わりから続けて細編みを2回編みます。3つ目に増し目を1回、ここから細編みを3回編みます。直線部分は細編みを15目編んでいきます。細編みが15目編めたら、細編みを3回編みます。増し目を1回、ここから次の増し目まで細編みを9目編んでいきます。細編みが9目編めたら増し目を1回、細編みを3回編みます。ここから細編みを15目編んでいきます。細編みが15目編めたら細編みを3回、
増し目を1回編みます。ここから8段目の終わりまで細編みを斜め編んでいきます。これで8段目が完成です。9段目は細編みを68目編んでいきます。8段目の終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編みを全部で68目編んでいきます。1段編むとこんな感じです。10段目の編み図がこちらです。9段目の編み終わりから細編みを2回編みます。3つ目に増し目を1回、細編みを4回編みます。直線部分は細編みを15目編んでいきます。細編みが15目編めたら細編みを4回編みます。増し目を1回、次の増し目まで細編みを9目編みます。増し目を1回、細編みを4回編みます。ここから細編みを15目編んでいきます。15目編めたら細編みを4回、増し目を1回編みます。ここから細編みを斜め編んでいきます。これで10段目が完成です。11段目からは前回の動画の7段目からと同じ編み方になりますので、こちらの動画を参考にして編んでください。100円の糸でも十分編めますが、手芸屋さんの糸は編みやすく自分の好きな素材で編めるので、糸選びもぜひ楽しんでやってみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。リクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録